こんばんは。今回は2025年11月パリを旅した時の Vlog です。定時ダッシュで羽田に向かって友達と合流して、とりあえずお腹を満たします。現地にいられるのが4日間だけだったんですが、友達も私もパリは初めてということで、見たいものが多すぎて、とにかく詰め詰めのプランになっております。めっちゃ寝たよな。やばくない？今のパラッと歩くだけでもめっちゃ寒かったもん。パリって書いてある。わー、着いたー。そっちこれ10分って書いてある。こっち行くよ。行きます。これから電車に乗ってパリの中心部へ移動します。なんかさ、このマークがさ、どでかくてさ、分かりやすいよね。なんかでかいよね。素晴らしい。あそこのなんかああいうイラストみたいなやつもさ、めっちゃ分かりやすい。あれ乗る？パリス。あ、これ？今息が白かった。上から2番目のやつが特急。券売機でナビゴイージーというチャージ式のカードを購入します。まず、パリの中心部に移動するために One Way from two airports を選択します。シャルル・ド・ゴール空港からパリ市内への片道運賃は13ユーロですが、これに加えてカード発行手数料の2ユーロがかかります。最終日、パリ市内から空港に戻ってくるときは、空港への片道運賃だけチャージすれば、また同じナビゴイージーが使えます。12番。あ、もう早速カードがいるかも。電車に乗った時間は1時間弱でした。これは寒いで。寒い。やばいね。こんな寒いと思わんかった。いよいよ外に出ます。最初にホテルに寄って荷物を預かってもらいます。でもなんか暗い。まあ曇ってるよね、そりゃ。でもね、雨は降ってない。雨降ってないだけありがたいね。まあでも冬のヨーロッパはこんな感じかなと思っとるよ。あ、それじゃない？ティムホテル？違う？着いた。いいじゃん、いいじゃん。立地いいじゃん。天気出とる。マイナス2度。ね。パリだ。クマさんがいる。でもなんか美術館とかに見えるけど違うのかな。これは何だろう。ドラゴン、デイビッド。美術館に見えるよな。あ、ホテル・ドゥ・ルーブル。ルーブルのホテル。あれ、三角見える、あそこに。すごい、ルーブルだ。朝一にシャルル・ド・ゴール空港に到着するフライトを選んだので、初日からがっつり観光できます。まずは朝ごはんを食べます。パリに来たからには美味しいクロワッサンを食べたいなと思って事前に調べておいたお店です。9時オープンのお店に8時35分に到着したんですが、その時点で10人くらい並んでました。楽しみ。列はどんどん伸びて、お店がオープンする頃には最後尾が見えないくらいでした。これだ、美味しそう。美味しそう。この大人、これ大きかったね、思った以上に。でも食べたい。買おうよ。お店の前では食べられる雰囲気じゃなかったので、少し移動してきました。これ難しそう。かじる？上手。なんかこの蜂の巣っていうんかな、中が開いとるのが美味しいクロワッサンの証拠なんだって。この空気の穴、これ大事らしいよ、コンテストとかで。結構大きかったのに美味しくてパクパク食べてしまいました。次はメトロで移動してパリといえばのエッフェル塔を見に行きます。パリやまだいるまだ全然さ興奮が冷めんのやけど
メトロは1回 2.5 ユーロで乗れます。ここで注意点なんですが、さっき空港からの移動に使ったナビゴイージーに1回券をチャージする場合は、4時間が経過していないとダメというルールがあります。で、それは待っていられないので、新たに別のナビゴイージーを発見します。カード発行手数料2ユーロが再度かかりますが、必要経費だと思うことにします。1回券は毎度毎度購入する必要はないので、この後絶対使うと分かっている回数分をここでまとめてチャージしておきます。これは割引ないんだって、多分。なんかまとめて買ったやつかな。確かにないんだよね。出てきたよ。出てきた。あ、出た。うわ、初エッフェル塔や。人生で初めて見た。あそこ上じゃない？あ、出てきた。なんか山みたいなんだけど。まさかエッフェル塔で晴れ待ちするとはね。これでもさ、向こう行ってさ、歩いたりしてたらさ、どっかでは晴れるかもよ。どっかでは見れる。なんかね、見えたらいいなね。なんかさ、この左のなんか並木みたいなやつがさ、一回多分さ、上刈られたんだけど、全部同じ身長にされたんだけど、その上からさ、細いのがめっちゃピンピン生えてきとる。可愛いんだけど。私たちは今、シャンドマルス公園からトロカデロ広場に向かって歩いて移動してます。ガスったり晴れたりを繰り返しつつ、なんとか上まで見ることができました。エッフェル塔をいろんな角度から見ることができます。第3展望台はだいぶ上だね、あれ。結構上まで行けるね。左さ、登っていってるね。鉄塔の中。見える。この旅の計画を立てた時は、せっかくなら塔の上に登ってみたいなと思ってたんですが、エレベーターが立足になって観光に結構時間がかかりそうだったので、今回の弾丸旅では諦めました。おー、なんか急な鳩何びっくりした。パリ万博のために建てられたエッフェル塔は、完成当初は鉄の塊で美しくない、パリの美しい景観を壊すとかなり不評でした。しかも万博が終わってしばらくしたら解体される予定でした。しかし実用価値が見つかったこともあり、永久保存が決まり、今ではパリのアイコン的な大人気スポットになってます。クリスマスマーケットに大阪万博の日本館にいたモキティがいました。まさかこんな場所でまた会えるなんて思ってませんでした。トロカデロ広場はエッフェル塔の撮影スポットとしても有名ですが、結構混雑してました。じゃあ下に行きます。さっき複数回分まとめてチャージしたナビゴイージーでまたメトロに乗ります。次もパリといえばのスポットに行きます。この多分周りのね、どっかが下に降りるようになってるんだよね。なんかね、地下通路みたいなのがあるのよ。凱旋門のすぐ近くにお手洗いがありました。有料でしたがとても綺麗で、中に掃除の方もいて安心でした。凱旋門に向けて横断歩道とかはないので、近づくためには地下道を通ります。よし。じゃあちょっとこの地下通路を通って。おー、すごい真下だ。おー。凱旋門は軍事的勝利を記念して作られたもので、戦いに貢献した人の名前とか、戦いのあった場所の名前が彫られているそうです。この真ん中のなんか頭につけられてる人がナポレオン。横は誰だろうね。ちょっとわかんないな。上わかんないな。意外と彫刻があるんだね。私さ、こんなになんかレリーフが彫ってあると思ってなかった。凱旋門の真下には無名戦士のお墓があります。凱旋門というのは名前が刻まれた英雄たちと名もなき兵士たちの両方を称える構図になっていることを今回初めて知りました。すごいね。凱旋門のすぐ近くに見える巨大トランクみたいな建物はルイ・ヴィトンの本店です。外観を見ただけですがすごいインパクトがありました。また地下鉄で移動して次はサントシャペルとコンシェルジェリーに行きます。オッケー集合。初めて見るパリの街並みにウキウキします。入れる。サントシャペル。
楽しみだね。サントシャペル。事前にセット券を購入済みです。最初にオーディオガイドを借ります。サントシャペルはルイ9世がキリストの茨の冠という特別な聖物を収めるために建てた礼拝堂です。1階は一般の方向けの礼拝堂です。天井が低めで装飾も控えめで落ち着いた雰囲気です。上の階を支える役割もあるので柱がたくさんあります。次は2階です。一気に雰囲気が変わります。王家とごく限られた人だけが入れた特別な礼拝堂です。壁のほとんどがステンドグラスです。聖書の物語が描かれています。オーディオガイドが何番目のどの絵がって解説してくれるんですが、全部がキラキラすぎてどの部分を指しているのか理解するのが難しかったです。この部分に聖物が収められていたそうです。サントチャペルは信仰をとても美しい形で表した空間でした。サントチャペルには1時間今日滞在しました。次はすぐ近くのコンシェルジェリーに向かいます。入り口でタブレットを受け取りました。この建物は時代の変化とともに役割が変わっていったんですが、フランス革命の時は牢獄として使われてました。マリー・アントワネットが処刑前の最後の時間を過ごしたことで有名です。ここは看守の部屋で牢獄の鍵がかかっています。ギロチン前、囚人たちは髪の毛を短く切られたそうです。その理由はギロチンの刃が確実に首に当たるように、また装置に首がきちんと固定されるようにするためです。マリー・アントワネットの独房があった場所も見学できます。コンシェルジェリーには1時間弱滞在しました。次はオルセイ美術館に行きます。サイがいる、サイがいる。あ、すごい並んどる。そうでもないでも。This way. Okay, thank you. チケットは公式サイトから事前購入してます。入ってすぐオーディオガイドを受け取りました。ここはもともと1900年のパリ万博に合わせて建てられた駅でした。今は19世紀後半の美術品が集まる場所です。モネ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、ゴッホといった美術の教科書で見たことあるような世界的に有名な人たちの作品が並びます。滞在時間が2時間弱しかなかったので、事前に見たい作品をリストアップして効率よく回れるように工夫しました。今回の失敗というか想定外だったのは、滞在時間が短いとオーディオガイドをゆっくり聞く時間はなかったということです。見たかった作品が2つほど見つからなくて、スタッフさんに聞いたら貸し出し中よと言われました。で、後から知ったんですけど、そのうちの一つは今上野にあるみたいです。外はもう真っ暗ですが、まだ18時過ぎです。これから事前に予約してあるレストランに向かいます。どれがいいかな。絶対美味しそうだな、ある。美味しそう。そうだ。めっちゃトリュフの風味するよ。する。食べてみて。注文したもの全部美味しくて、この日はデザートまで食べました。こんな感じ。でも美味しそう。結構さ、リンゴがさ、肉厚。フランス発祥のリンゴタルトタタンです。店員さんがみんなフレンドリーでとても居心地のいいレストランでした。寒いねって。めっちゃ寒いね。わー、寒い、震える。めっちゃ綺麗、夜景。この時間に夜景が見れるのはいいよね。でも寒い。手が震える。あ、すごいじゃん。めっちゃ綺麗だね。うわ、すごい。この道で帰ってきてよかったね。あ、すごい綺麗やな。ホテルまでの帰り道に図らずも見たルーブルの夜景がめちゃくちゃ綺麗でした。でもまさか見えると思わんかった。肉眼でこっからびっくりしたね。
あんな距離にエッフェル塔、あっち行ってみる？エッフェル塔は日没後からライトアップされるんですが、毎時0分から5分の間はシャンパンフラッシュと呼ばれるキラキラ光るイルミネーションショーを見ることができます。来た？そろそろじゃない？なったくない時間。なりました。来たー！すごい！今これ8時？ 8時。なったー！なりました。すごい！めっちゃ綺麗！めっちゃ綺麗！すごいね、キラッキラやね。まさかさ、今回見えると思ってなかったね。ラッキー。今さ、この時間にここ歩いてよかったね。だってさ、30分とかだったらちょっと待てないかも、寒すぎて。最後終わるときどうやって終わるんやろ？ブチって切れるんかな。あ、でもあれか、ライトアップはさ、もともとされとったから、周りをうようよって言っとるのがなくなるってことか。それがスンってなるんかな、スンって。スンってなるんじゃない？これ近くでおったらさ、音とかあるんかな？音はないんか、勝手に光るんか。スンってあ、なった！スンってなった！終わっちゃった。まさかルーブルからエッフェル塔が見えると思ってなくて、完全なるサプライズでした。でも綺麗だったね。うん、大満足。影が入る。スーパーに寄ります。でも一人一本ずつ買っとってもまだ消費できるか。できると思う。オッケーオッケー。今日は朝一でベルサイユ宮殿に行きます。昨日ナビゴイージーにチャージした回数券1回分を消費するだけでベルサイユ宮殿まで行けます。右上のやつ ?7 時32分。オッケー。これ下何番乗り場かな？そうなの？電車に乗る時間は30分ちょいです。最寄り駅から宮殿までは歩いて10分くらいです。14は面白い。作った人。うわー、すごいね。すごいね。うわー、すごい。9時のオープンまであと40分くらいあるので、先に庭園を見てこようと思います。チケットは公式サイトで事前購入してます。私たちは今回パスポートというベルサイユ宮殿だけでなく、トリアノンというちょっと離れた場所にある建物も見学できるチケットを購入してます。ちなみに4月から10月の間にお庭を見学したい方もパスポートを購入する必要があります。チケットの金額は時期によって変わるんですが、11月から3月の間は安く設定されてます。この期間は無料でお庭を見学できます。とはいえ、噴水は出てないし、彫刻にはカバーがかけられているので、ちょっと残念ではあります。8時45分からベルサイユ宮殿の列に並んだんですが、この時点で50人くらい前に並んでました。オープンの9時には100人以上並んでました。セキュリティチェックを受けてから中に入ります。パリ観光では入り口でセキュリティチェックを受ける観光スポットが結構あって、昨日行ったサントシャペルやオルセー美術館もそうでした。で、これがね、結構時間かかるんですよ。特に冬はコートも脱いでとか言われるので、一人一人がそれをやってると入場するだけで結構大変です。なので時間に余裕を持って計画を立てるのがおすすめです。ベルサイユ宮殿は王の家であり政治の舞台だった場所です。ルイ14世が作りました。マリー・アントワネットもここに住んでた時期があります。うわ、すごい。出た。出た、ついに。ベルサイユ宮殿の中で一番有名な鏡の回廊はもっともっと混んでるかと思いましたが、オフシーズンだからか思ったほどじゃなかったです。ベルサイユ宮殿の中での王様は起床から食事、就寝までが全部人に見られていたそうです。
豪華絢爛な暮らしに見えますが、実は自由はほとんどなかったそうです。ベルサイユ宮殿を後にしてトリアノンに向かいます。歩いて30分の距離にあります。歩くのはちょっとという場合は、園内を走るミニトレインに乗るという方法もあります。いや、ここは夏来たら綺麗なんやろうね。ね。まあでも雨でも楽しいで。トリアノンは12時オープンで、あんまり早く行き過ぎても空いてないので、逆算してベルサイユ宮殿を出発しました。トリアノンはベルサイユ宮殿の敷地内にあるもう一つの宮殿でした。ベルサイユ宮殿での生活は常に人の目があって、王様でもちょっと疲れちゃうというか、たまには静かに過ごしたり、心を休めたりしたかったようです。ベルサイユ宮殿と比較するとキラキラ度は落ちますが、それでも一般庶民から見るとこっちも十分豪華で立派な建物でした。ピンクの大理石がとっても綺麗でした。近くにあるプチトリアノンにも行きます。プチトリアノンはマリー・アントワネットが特に気に入ってた場所で、実際かなり長い時間を過ごしたそうです。ベルサイユ宮殿では王妃の生活も儀式だらけで常に人の目があったので、ちょっと離れた場所で自由に過ごしたかったのかなと思います。革命直前のフランスってとにかくキラキラってイメージでしたが、実際の権力者たちは結構疲弊していて、意外と人間らしいというか、権力を持ち続けるのも大変なんだなと一庶民は思いました。ベルサイユ宮殿には2時間半滞在して、トリアノンとプチトリアノン合わせて1時間ほど見学しました。左渡ります。40分だね。OK。また上行ってみる？よいしょよいしょ。今日はこの後ルーブル美術館に行きます。ベルサイユ宮殿ができる前、王様のメインの住まいはルーブルでした。今日はあちこちでフランスの歴史が感じられて面白いなと思います。あれ美味しそうじゃない？これ。ピラミッドの部分から中に入ります。15時のチケットを持っていて、入場まであと15分以上あるんですが、すでに50人以上並んでました。他の入り口は空いてるのってスタッフさんに聞いたら、同じくらい混んでるよって言われたので、おとなしくここで待つことにしました。15時からセキュリティチェックが始まって、15時9分に中に入ることができました。チケットは公式サイトから事前購入してます。まずはフロアマップをゲットします。よし、じゃあこれで行こう。さっきベルサイユ宮殿から帰ってくる電車の中でお互いの絶対見たい作品を発表し合ってルートの作戦を練ったので、その順に回ります。この日は18時閉館だったので持ち時間は3時間弱でしたが、結構バタバタしました。その理由としてはルーブルがとにかく広すぎるということです。事前情報で迷子になるという感想を読んでほんまかいなと思ってたら本当でした。事前に作品情報っていうんですかね、誰がどういう意図でこの作品を作って、これにはこういう意味があってというのは好きで結構調べてたんですけど、合わせて部屋番号も調べておけばよかったです。ルーブルには3つの塔があるんですけど、何塔の何階という情報だけで目的の作品を探し出すのは至難の業でした。現地でゲットできるフロアマップに有名作品と部屋番号が書いてあって、これがかなり役に立ちました。2025年10月に貴重な宝飾品が盗まれてしまったアポロンギャラリーはまだ閉まってました。目的の作品が見つからないときは近くのスタッフさんに作品の写真を見せて、これどこですかって聞いてました。他の美術館に貸し出し中とか修復中ってこともあったので、ずっと探し続けるよりは聞いた方が早いかもしれないです。ずっと見たいと思ってた超有名作品がいくつも見れて大満足でした。はい。じゃあ、来たーみんな大興奮。やっぱ見たいよね、そりゃ。実はこの旅行に来る前、パリの治安がすごく心配だったんですが、観光地ばかり巡っているからか全く問題ありませんでした。こんな感じで街でスマホを出して撮影するのも平気でした。地下鉄も、日没後は乗らないようにしていたのもあってか、怖い雰囲気は全然なかったです。これから予約してあるお店に夕食を食べに行きます。
ビストロの定番メニューである牛肉のタルタルと、あとは魚も食べてみたくて、これを注文して2人でシェアしました。美味しい。味めっちゃ美味しい。あったかい、冷たい。冷たい。なんかパン粉味美味しい。あ、こんな感じなんや。パリにいると普段よりケーキやパンを食べたくなります。こういう感じでケースに入ったケーキを見せてくれて、そこから選ぶ方式だったので分かりやすかったです。今日はモン・サン・ミッシェルに行きます。7時暗いね。最初はツアーを使わず自力で行こうと思っていてアクセスを調べてたんですが、遠いし結構大変かなということで、結局パリ発着の日帰りツアーで行くことにしました。まだ暗い中集合してみんなでバスに乗り込んで出発です。パリからモン・サン・ミッシェルへの日帰りツアーは複数の会社が出していて、プランもいろいろです。私たちの軸は2つで、1つ目がモン・サン・ミッシェルでの滞在時間、自由時間がなるべく長いこと。2つ目が集合解散場所がホテルから近いことです。途中、ノルマンディー地方にあるオンフルールという港町に立ち寄りました。天井を見ると船底を逆さにしたような形をしているんですが、これは地元の船大工さんたちが作ったからなのだそうです。なんとも港町らしい建築だなと思いました。いよいよモン・サン・ミッシェルが近づいてきました。観光バスの駐車場の近くにはシャトルバスの発着所があるので、これに乗れば20分くらいでモン・サン・ミッシェルの近くまで行けます。が、私たちは歩くことにしました。ヤトリギって初めて見たんですけど、フランスでは縁起がいいとされてるらしいです。ガイドさんがバスの中で教えてくれました。他にもモン・サン・ミッシェルに関するお話も結構してくれて、ツアーならではのありがたみを感じました。すごい。これが見たかったね。やったー。すごい。一番高い位置でキラキラ光ってるのは大天使ミカエルの像です。詳しいストーリーは割愛しますが、簡単に言うと、モン・サン・ミッシェルはミカエルのために作られて、ミカエルに捧げられました。モン・サン・ミッシェルは中世の時代、巡礼の地として知られていた修道院で、ヨーロッパ中から人がやってきたそうです。ただ当時は今私たちが歩いてる橋なんかなくて、干潮のタイミングを見て海を歩いて渡るしかなくて、その道のりは決して安全ではなかったそうです。命を落とす巡礼者も少なくなかったと言われています。潮の満ち引きで水位が変わるので、一日の中でもモン・サン・ミッシェルの見え方は変化します。ちなみにモン・サン・ミッシェルが完全に海に浮かぶ島みたいに見える現象は年間20回くらいしか見れないそうです。今はオフシーズンなので、モン・サン・ミッシェルにあるお店もちょこちょこ閉まってましたが、空いてるお店を見つけて軽食を取ります。これあれじゃない、クロックムッシュみたいなの、パンのやつ、チーズとハムの。木のフォークとナイフ。力ずくで切っちゃう。なんかもう腕力も。面白いね。軽食を取った後はいよいよ修道院の中に入ります。これはね、この左側が修道士さんたちが住んでたところ。これが岩。これがもともとあった岩山で、これがその上に建てた建物で、これは人間が作ったわけじゃないの。ね、すごいね。あれ橋だね、歩いてきたとこだね。見えるんだ。現地ではガイドさんなしの自由行動を選んだので、事前に調べてきたことを思い出しながら回ります。
めっちゃ晴れたね、綺麗やね。これが、この紐がずっとこう来て、上に来て、こっから繋がってるみたいな。修道院の中には1時間ほどいました。ちょっと雨やんだ。やったじゃん。モン・サン・ミッシェルは要塞としても使われた歴史があります。島全体をぐるっと囲む分厚い城壁はその名残です。サンピエール教会にも立ち寄ります。ジャンヌ・ダルクの像があります。ミカエルはさっきも言ったけど、悪と戦うのよ。下が悪で、そこに向かって剣でやーって。さて、バスの集合時間が決まっているので、それに間に合うように出発します。バイバイモン・サン・ミッシェル。短かった。めっちゃあっという間だったな。よかったよかった。修道院を見学できたのももちろん良かったですが、円形のこのポツンと佇む感じがすごく良くて、帰り道もこの景色を楽しみたいねということで、シャトルバスには乗らず歩くことにしました。かっこいい。すごい、夕日めっちゃ綺麗。時々横殴りの雨が降るので、傘を差していても洋服などびしょびしょですが、青空も見えたので結果オーライです。その日の交通事情などで多少変わるとは思いますが、この日のモン・サン・ミッシェルでの自由時間は3時間45分でした。これから4時間ほどバスに乗ってパリ市内に戻ります。ホテルの近くにあるパン屋さんで焼きたてのパンを買ってホテルに戻って食べました。めっちゃクマいろんなとこにおる。かわいい。あれがルーブル。でかいね。で、こっちかな。何気にこっちの方を歩くの初めてなのかな。ね、あっちのコンシェルジェリーの辺で泊まってたもんね。いつもね。今日はまずノートルダム大聖堂に行きます。でも夜みたいね。事前予約できるのは知ってたんですが、別の日に何度か試してみたら予約サイトが全く繋がらずだったので、今回は潔く諦めて当日の朝一に直接並ぶことにしました。あんまり早く並び始めるのも暗くて怖いよねということで、7時45分に現地に到着しました。この時点で予約なしの列には20人くらいの人が並んでました。7時50分になると予約ありの列が先に中に入って、続いて予約なしの人たちが中に入れました。最初30分間ほどミサが行われていて、その間は入れるエリアに制限がありました。2019年4月の火災によって屋根や先頭が焼け落ちるなど大きな被害を受けたノートルダム大聖堂ですが、今も修復が続けられています。もともとサントシャペルに置かれていたキリストの茨の冠は現在このノートルダム大聖堂で保管されています。2019年の火災の時は消防士たちによってこの貴重な生物が無事に運び出され、そのことがニュースにもなったそうです。ノートルダム大聖堂には1時間半くらいいました。次はオペラガルニエに向かいます。地下鉄の回数券をナビゴイージーに追加チャージします。じゃあそっち。じゃあ渡ろうか。舞台を鑑賞しなくても豪華な内装を見学できるチケットがあります。チケットは事前に購入してます。最初にオーディオガイドを受け取って案内を聞きながら見学します。このオーディオガイドは結構良かったのでおすすめです。順路は特に決まってません。オペラガルニエは装飾の一つ一つが本当に美しくて細部まで豪華絢爛でした。有名なシャガールの天井が見れました。このキラッキラの部屋は公演の合間に観客が集まっておしゃべりしたり着飾った姿を見せ合ったりした社交の場だったそうです。ベルサイユ宮殿の鏡の回廊を思い出すデザインです。オペラガルニエの観光に関する注意点としては、公演などの都合で見学可能な日時が急に変わることがあるということです。パリ旅行を決めた時点では、私たちがパリに滞在する4日間、オペラガルニエにはいつでも行けるねって話だったんですが、蓋を開けてみると結局2日間はクローズで観光不可でした。
オペラガルニエに関してはあまり早く予定を決めすぎない方がいいのかなと思いました。滞在時間は2時間弱でした。ランチは1896年創業の老舗ビストロでいただきます。And also this one. Duck, okay? Duck. Okay. This one is for dessert. Okay. Which one is this? Is Baba hop, baba. Umbaba. Yeah, this one. Okay. めっちゃ美味しいよ。だってすごい柔らかいもんこれ。もうめっちゃお酒漬けって感じ。ずっと満席で活気のあるお店でした。食べたものが全部美味しかったし、他にも気になるメニューがあったし、パリの滞在がもうちょっと長めなら2回行ってもいいなと思いました。めっちゃいいご飯だった。今回ずっとご飯良かった。今回良かったね。うん、良かった。サービスで出してくれるフランスパンが美味しすぎて、ソースや生クリームをつけてパクパク食べました。ランチの後は老舗デパートであるギャラリー・ラファイエットに行きます。クリスマスらしい装飾とドーム型の天井がとても綺麗でした。屋上テラスに出てみると、エッフェル塔やさっき言ったオペラガルニエが見えます。めっちゃいいね。すごいね。近いよね。最終日なのでお土産も探しました。どれがいいかな。ギリギリまで観光します。みんな疲れてる。そうだよね。最後はモンマルトルの丘に行きます。モンマルトルの丘というだけあって高いところにあるので、パリの街並みが綺麗に見えます。サクレクール寺院を見学します。入場は無料です。こっちがルイ9世でキリストの茨の冠を持ってます。こっちはジャンヌ・ダルクです。サクレクール寺院はパリの他の教会と全然違う形をしていて、ビザンチン様式という建築スタイルなんだそうです。中を見学した後はサクレクール寺院の展望台に登ってみようと思います。まあでも行ってみよう。今回こういうさ、統計行ってないから、私たちにしては。そうそう。いや、始まった。またこの螺旋を登るのが始まった。280段。それはなかなかじゃないの。違うよね。193。まだ半分も来とらんぞ。あ、すごいね。わあ、すごい。わ、すごい。エッフェル塔綺麗。見える。めっちゃいい。あと8歩だって。8。2、3、4、5、6、7、8。おお、着きました。パリはなんか思ってた以上に良かった。結構高いところに行ってたね。280段。うん、280段。お疲れ。頑張ったね。フライトまであと4時間半なので、そろそろ空港に向かいます。パリはどこを歩いても歴史を感じられて、パンが美味しくて、想像以上に人がフレンドリーで、また戻ってこれたらいいなと思います。やりたいことをギュッと詰め込んで駆け抜けた4日間でした。